こんにちは、よもキャラの仲間です。今日はですね、改めて大工の基礎を学ぶというテーマで、ちょっとやっていこうと思ってますというお話です。というのも、最近僕自身ちょっと迷走してるなっていうふうにちょっと思ってます。で、基本的にはこれって誰かの役に立つんじゃないかっていうものを、撮影してるんです。でもなんか僕がこれって誰かの役に立つよなって思うものがちょっとマニアックすぎるんですよね。だから最近撮った南京ガンナの作り方っていう動画があるんですけど、4つシリーズがあるんですよ。あれ4つかな、5個かな、そのシリーズがあるんですけど、あの回を重ねるごとに再生回数がこう半分ずつぐらいになっていくっていう、どんだけ絞られていくんだっていうぐらいなんですよね。で、実際南京カンナ自体マニアックだし、カンナを自分で作ろうっていう人もかなりマニアックなんですよね。で、そういうマニアックな人は別に自分でやるからいいんじゃないかみたいなところもあって、っていうかそもそも俺 YouTube なんでやってんのかなみたいなふうに思ったら、そもそもは大工になりたいという弟子がいて、で弟子のために現場の作業以外に、伝えないといけないことがたくさんあるので、それをせっかくならこうやって撮っておけばみんなで世界中のみんなとシェアできるじゃん、そっちの方がいいじゃんっていうので始めたんですよ。で、気が付いたら僕が瞑想してて、弟子からしたら全然僕の方見てくれてないじゃんみたいななんかそんな感じになってんだということで、改めてちょっと反省をしました。で、あの僕自身瞑想しないためにカリキュラムを作りました。で、これがカリキュラムなんですけど、このとりあえずまず全体的に何をやらないといけないのかっていうのを全部出して、でこれをやっていこうというふうに思ってます。で、やる内容としては、建築概論で道具学、実技でコラムっていうふうになっています。で、建築概論は座学ですね。構造的な話とか、知識という部分でのお話です。で、道具学っていうところが、のみのこかんなの使い方と、あと電動工具とかですね、あと研ぎ物とか、仕事する上で必要な道具としての知識の部分で、あとは実技で実際に刻み、墨付け敷地継ぎ手と、実際に小さい小屋を作ってみるというところもやりたいと思います。なので、全体を通して、これを全部見てもらえればちっちゃい小屋ぐらいだったら自分で墨付けして作れるよっていうのがゴールというふうに思っています。で、それができるぐらいのカリキュラムを、作ったと。あと最後のコラムが、勉強らしいところじゃなくても補完として必要な知識っていうか、豆知識みたいなもんなんですかねっていうところを、別でやっていきたいなというのでコラムというのもあります。はい、で、この内容でやっていこうと思ってます。で、これがもうどれからやっていいのかっていうのはちょっと難しいんですよ。例えば刻みをやりたいといっても道具がないといけないし、知識も必要になってくるしとかっていう風になってきます。で、逆に座学をやっていたとしても自転車の乗り方を説明するのにいくら自転車の構造の説明をしても自転車には永遠に乗れないよみたいな話と同じように、座学だけやってても全然意味がないじゃないですか。だからもうどれからやっていいのかっていうのはすごい難しくてちょっと難しいんですが、とりあえずこれを全部やるっていうのは決まってるので、あえて順番もランダムというか、ある程度僕の方でこういう順番がいいのかなっていうような流れでやっていきます。なので座学やって道具やっていきなり実技行ってとかっていうふうになんかまたいでいくような形でやっていこうと思ってます。その方が結果的にもなんて言うんでしょう、やっていく中では分かっていくことっていうのはやっぱあるんですよね。実際に手を動かして分かることもあるし、知識があるから分かることもあるしっていうふうに、これが相互に補完していくことになっていくので、そういったような形でやっていこうかなと思っています。はい、で、実際に使う資料とかっていうものも、どこか僕のホームページかどこかにまとめて置いていくようにしようと思います。必要な多分図面とか、これは覚えてくださいみたいなこととか、あとはそうですね、このカリキュラム自体とか、これもちょっとこれからどんどん変わっていくとは思います。
ですがまあ基本的には今のところこれです。でこれもどんどんバージョンアップしていくよというような形です。はい、でまあどこかに置いておきます。はい、というわけで、まあ、そういった形で、大工の基礎を学ぶというシリーズでまずやろうと思います。で最終的には、ちゃんとこれをちゃんと全部やれば、ちっちゃい小屋ぐらいは自分で作れるようになるというのが、ゴールです。ということで改めまして、よろしくお願いします。